世界の辺境マニアです。ベトナム北部、中国との国境近くに、ロロ族という少数民族が暮らす村があります。前回の動画で訪れた、バンゾックの滝から、ロロ族の村へ向かうため、バスに乗りました。ところが、様々なハプニングが続き、何度もバスを乗り継ぐことに。結局、合計28時間もバスに乗り続け、ようやく、ロロ族の村に到着しました。中国国境に暮らす、ロロ族とは、どのような人々なのか。そして、村のさらに先にある、中国との国境を見に行くと、想像以上の壮大な景色が広がっていました。今回は、ベトナム最北部にあるロロ族の村と、その先の中国国境を目指します。前回の動画で訪れたバンゾックの滝。屋根付きの屋台にいた女性に、カオバン市内へ行きたいと伝えると、バスが来たら、手を挙げて止めなさいと言われました。しかし、どんなバスなのかわからないので、バスを止めるのを手伝ってほしいとお願いし、女性と一緒に30分ほど待つことに。すると女性が、近づいてきたバスを指さしながら、ベトナム語で何かを叫びます。これだ。私は道路際に出て手を挙げ、バスを止めました。バスの乗務員に、カオバン市内行きですかと、確認して乗り込んだのが、このバスです。バスは、水墨画やおとぎ話の世界を思わせる、尖った山々の中を走っていきます。乗客は数人しかいません。道路際で手を挙げる人を乗せたり、何もないような場所で人を降ろしたり、道路際で待っている人から、乗務員が荷物を預かることもあります。反対に、何もない道路脇にポツンと立っている人の前で止まり、乗務員が荷物を手渡すこともあります。そんなやりとりを何度も繰り返しながら、バスはカオバン市内に到着しました。事前にバスの乗務員さんへ、ロロ族の村に行きたいと伝えていたので、カオバン市内に到着すると、ここで次のバスに乗り換えなさいと言われ、私一人だけバスを降ろされました。すると、わずか数十秒後に別のバスが到着。これに乗りなさいと言われるがままにバスを乗り換えます。次のバスの乗務員さんにも、ロロ族の村に行きたいと伝えると、聞いているよ。OK というような返事が返ってきました。どうやらバス同士が電話で連携しているようで、私の目的地もしっかり伝わっています。乗務員さんたちが、行きたい場所まで完璧に誘導してくれます。このバスでも、道路際で待っている人から、乗務員さんが荷物を預かります。ベトナムのバスは、どのバスも宅配便のような役割を兼ねているようです。効率的な仕組みですが、なぜ道路際にポツンと立っている人が、荷物を送りたい人だとわかるのでしょうか。そして、なぜ道路際にポツンと立っている人が、荷物を受け取る人だとわかるのでしょうか。不思議でたまりません。カオバン市内を15分ほど走ると、この辺りで最も大きな、カオバンバスターミナルに到着しました。しかし、バスターミナルの中には入らず、横にある屋根付きの屋台で待つように言われます。屋台にいた女性にも、ロロ族の村に行きたいと伝えると、OK とうなずき、そこの椅子に座って待つように言われました。屋根付きの屋台に置かれた低いプラスチックの椅子に座り、1時間ほど待ちます。すると、1台の観光バスが屋台の横に止まりました。屋台の女性に、バスを指さしながら、これ、と聞くと、そうだとうなずきます。バスに乗ろうと立ち上がると、バス料金を払いなさい、と言われ、40万ベトナムドン、日本円で約2400円を支払いました。飲食店の屋台だと思っていましたが、実はバスのチケット売り場も兼ねていたようです。料金を支払い、荷物をバスの下に入れて、車内へ乗り込みます。うわぁ。寝返りも打てない、プラスチック製の硬いシートの寝台バスです。これが、一番きついタイプのバスです。何時間乗ることになるのだろう。不安になってきますが、仕方ありません。他に選択肢はなく、このバスに乗るしかありません。硬いシートに体を固定されたまま、窓の外を眺めます。どうやら、少し眠っていたようです。目が覚めて、今どこまで来ているのか、
Google マップで現在地を確認します。え、え、どこに向かっているの？すぐに乗務員さんへ、このバスは、どこへ向かっていますか？と聞くと、返ってきた答えは、ハノイのミーリンバスターミナルだよでした。私は、ロロ族の村に行きたいと、何度も乗務員さんに伝えます。すると、少し呆れたような表情で、わかった、わかった。オッケー、オッケーと返されました。途中でバスを降りても、引き返すバスに乗るのも難しそうだし、このままハノイまで行くしかないようです。もう、諦めるしかありません。何をしているのだろう。なぜ、こんなことになったのだろう。そんなことを考えながら、夜も更けていくバスの中で、じっとハノイへの到着を待つしかありませんでした。結局、カオバン市内からハノイまでは7時間。到着したのは、夜9時。なんてこったい。ハノイに到着してバスを降りた瞬間、乗務員さんに手を引かれ、5台ほど先に止まっている別のバスへ連れて行かれました。そして、これに乗れと言われます。どうやら、これがロロ族の村へ向かうバスのようです。言われるがまま、もう何も考えずにバスへ乗り込みました。今度は、広いタイプの寝台バスだ。と思った瞬間、バスは発車しました。ハノイで一泊するのか、ロロ族の村へ行くのを諦めるか、そんなことも考えていましたが、朝8時頃から21時まで13時間バスに乗り続けているので、思考能力がなくなったのか、勢いでロロ族の村行きのバスに乗ってしまいました。ハノイを夜9時に出発したバスは、深夜2時にトイレ休憩となりました。やっと眠れたと思ったところで、大声で叩き起こされました。一応バスを降りてみましたが、こんな時間に食事をする気にもならないため、トイレを済ませてバスに戻りました。もう少し眠ろうと思っていた午前3時。乗務員さんに、バスを降りろと言われ、バスを降ろされました。乗客全員が降りたため、どうやらここが終点のようです。ここはどこだ？ Google マップを確認すると、ハザンという町でした。午前3時に、こんな場所でどうすればいいのだろう。そう思っていると、乗務員さんが私の手を引き、小さなバスのところへ連れて行きます。そして、このバスに乗れと言われました。ロロ族の村へ行くのですかと確認すると、そうです。という返事です。言われるまま、小さなバスに乗り込みました。誰もいない真っ暗なバスの中でしばらく待っていると、こんな時間にもかかわらず、乗客が一人、また一人と乗り込んできます。そして午前4時。バスは真っ暗闇の中を出発しました。この座るタイプのバスでは、眠ることができません。真っ暗な窓の外を眺めるしかありません。途中、座ったまま打とうとしますが、熟睡はできません。何時に到着するのかもわかりません。午前5時を回りました。少しずつ空が明るくなってきました。窓の外は山ばかりで、民家はほとんどありません。小さなバスは山道を走り続け、激しい揺れが続きます。午前8時。バスは休憩所に停車しました。昨日の朝8時にバンゾックの滝を出発してから24時間。そのほとんどをバスの中で過ごしていました。この休憩所でブンボーフエというベトナムの牛肉麺料理を食べました。乗務員さんに何時に到着するのと聞くと、10時か11時頃には到着するよと言われました。あと2、3時間だ。そう思い、もう一度気合を入れ直します。本当に24時間以上もバスに乗り続けるのはきついですよ。バスの中で他の乗客と話していると、この辺りから岩山が多くなるので、山道が激しくなるよ、と言われました。確かに窓の外を見ると、土の山というより、岩山ばかりです。そのため、トンネルを掘ったり、まっすぐな道を作ったりするのが難しい地域なのだと思いました。細く、曲がりくねった道が続きます。こちら方面は岩山の道が厳しいため、ベトナムの人でも、
あまり行きたがらないそうです。バスの乗務員さんは、私の前の席で爆睡しています。この乗務員さんは、料金を回収するだけではありません。お客さんをサポートしたり、荷物の運送業務をこなしたりと、バスの運行に欠かせない重要な役割を担っています。私自身、どのバスに乗っても乗務員さんを頼りにしており、いつも大変助けられています。しばらくすると、小さな民家が見えてくるようになりました。道路脇にも民家はありますが、よく見ると、山肌にへばりつくようにも、小さな民家がポツポツと立っています。あんな場所にある家へ、どうやって行くのだろう。まともな道はあるのだろうか。自動車では絶対に無理だろうな。そう思ってしまうような、山の上に立つ家がたくさんあります。山の風景を眺めながら、そんなことを想像していると、バスは一軒の民家の前で停車しました。私もバスを降りてみると、乗務員たちが、大量の鶏が入ったカゴをバスの屋根に積み始めました。これも運送業の一つで、どこかの店などへ運ぶのでしょうね。日本で、乗客が乗っているバスの屋根に、鶏を積んで運送するなんてことはないので、なんとなく、ずっと見ていられる光景です。これを見ている皆さんは退屈かもしれませんが、私にとっては貴重体験、貴重映像、笑える、おかしな、私のとてもツボのシーンなので、私の気持ちになって、鶏を屋根に乗せる映像をご覧ください。私は見ていただけですが、鶏を無事に積み終えたのでバスに乗ります。鶏を積んだバスは出発しました。午前3時に波山を出発してから、すでに6時間が経ちました。現在の時刻は午前9時頃です。昨夜の朝8時にバンゾックの滝を出発し、何度か乗り換えている間に、なぜかハノイに行ってしまい、ハノイで午前9時に乗り換え、さらに午前3時に波山で小型バスへ乗り換え、現在、合計25時間、バスに乗り続けています。乗務員さんに、ロロ族の村へ行きたい、と伝えているのですが、何度も謎の乗り換えばかりで、なかなか到着しません。乗務員さんに言われるがまま、バスを乗り継ぎ、Google マップを見ると、確かに、中国国境に近いルンクーに近づいています。窓の外の景色を見ると、ドンバン石灰岩台地の山岳地帯に入っているようです。鋭く突き出した山々が続き、石灰岩が長い時間をかけて削られてできたカルスト地形です。平らな土地はほとんどなく、集落は狭い谷底や道路沿いに集まっています。山の斜面を見ると、かなり高い場所まで畑が作られています。地図で見ると、波山からルンクーまでは、およそ150キロです。しかし、道路は山と谷に沿って大きく曲がりながら進みます。急な坂やカーブが続き、途中では道路工事も行われているところもあります。そのため、距離だけを見れば近く感じても、実際の移動にはかなりの時間がかかります。波山で大型の寝台バスから、この小型バスに乗り換えた理由も、こうした狭い山道を走るためなのかもしれません。窓の外には、小さな集落が点々と見えています。この一帯には、モン族やザオ族、ザイ族など、複数の少数民族が暮らしています。私が目指しているロロ族の村は、さらに北、中国国境に近い場所にあります。ただ、
山の奥へ進むにつれて、町の規模は少しずつ小さくなっていきます。中国国境が近づいていることだけは、この景色からも感じられます。正午12時、ルンクーにあるロロ族の村、ロロチャイ村へ到着しました。バンゾックの滝を出発してから、バスを乗り継ぐこと、合計28時間。ようやく目的地に到着しました。バスの乗務員さんに宿を紹介してもらい、そこでチェックインしました。宿のオーナーさんに、中国国境を見に来たと話すと、国境地域へ立ち入るには、警察へ許可を申請しなければならないとのことでした。そこで、宿のオーナーさんのバイクの後ろに乗せてもらい、一緒に地元の警察署へ行って申請書を提出しました。申請のために支払った金額は、26万ドン。日本円で約1600円です。警察官は、私が支払った現金をその場で受け取り、ポケットに入れました。そして、パスポートの情報を署へ送り、許可書が発行されたら、宿のオーナーさんを通じて私に渡すと説明しました。しかし、その後、宿のオーナーさんに何度か確認しても、結局、許可書が届くことはありませんでした。28時間に及ぶバス移動でクタクタだったため、この日は宿でゆっくり過ごすことにしました。宿のオーナーさんと翻訳アプリを使っていろいろ話したり、宿の周辺を散歩したりして過ごします。この宿は家族経営で、普通の民家をそのまま宿にしたような作りです。家の中の壁には、家族写真が貼ってありました。その写真を眺めていると、宿の奥さんが、私たちはロロ族です、と教えてくれました。宿の前には、中庭のような屋外の食事スペースがあります。そこからは、山の上に立つ、ルンクー祈祷を見ることができます。翌日、宿のオーナーさんに、レンタルバイクを借りて、ルンクー祈祷を見に来ました。チケット売り場があり、どうやら入場料金が必要なようです。チケット売り場へ行くと、4万ベトナムドン。日本円で、約247円。それほど高くはありませんでした。ここから階段を登ります。ここは龍山という山で、山の中腹にチケット売り場があり、チケット売り場まではバイクで行くことができます。チケット売り場からは、この階段を登らなければ頂上まで行けません。階段の途中からでも、十分にルンクーの景色がよく見えます。かなり急な階段ですが、15分くらいで頂上に到着しました。これが、ルンクー祈祷です。ルンクーの龍山山頂の標高は、約1470メートル。一般には、ベトナム最北端と紹介されますが、地理上の最北地点そのものではありません。実際の中国国境にあたる、ベトナムの最北地点は、ルンクー祈祷から直線距離で約 3.3 キロ離れています。塔は八角形で、内部には展望部分へ上がる135段の階段があります。塔の下部には、ベトナムの歴史や波山地域の暮らしを描いた8枚の石のレリーフと、銅鉱もした装飾が施されています。この塔の上に掲げられているベトナム国旗は、縦6メートル、横9メートル。面積は54平方メートルあります。この54という数字は、ベトナム政府が公認する54の民族を象徴しています。ロロ族も、その54民族の一つです。この眼下に見えるロロチャイ村は、ルンクー祈祷が立つ龍山のふもとにあり、村の住民のおよそ 90% がロロ族とされています。この周辺には、ロロ族の他に、モン族、ザオ族、タイイ族など17の民族が暮らしています。この眼下に見えている、龍山の両側にある2つの池は、地元で、龍の目と呼ばれています。ベトナム文化省も、ルンクー祈祷、龍山の景観、2つの池を一体の文化的景観として扱っています。さて、ルンクー祈祷を降りて、次はバイクで、ベトナムと中国の国境を見に行きます。
ここからが、国境マニアの私が、ルンクーのロロ族の村に来た、本当の目的の国境線に向かいます。先ほど訪れたルンクー祈祷は、ベトナム最北部を象徴する場所ですが、ルンクー祈祷そのものが中国との国境に立っているわけではありません。実際の国境は、ルンクー祈祷からさらに北へ進んだ山の中にあります。ここからは、宿で借りたバイクに乗って向かいます。道路は舗装されているところが多いですが、道幅はそれほど広くありません。山の斜面に沿って細い道が続き、そのすぐ横には畑や民家があります。大きな自動車やバスが走れるような道路ではなく、地域の人たちだけが使う生活道路のような幅の道路です。国境へ向かっていると言っても、イミグレーションがないので、ここから中国に行くことはできません。なので、検問所や大きな建物が見えてくるわけではなく、何もない山道だけです。そこに、国境マニアのロマンがあるのです。何もないところに、地図では線が引かれている。実際に、この目で国境の景色を見てみる。すごくロマンがあります。民家や畑の間を通りながら、少しずつ山の奥へ進んでいきます。今、通っている、セオルン村は、ベトナム最北部に位置する国境の村です。2024年の地元報道では、48世帯、287人が暮らし、住民は全員門族とされています。村が接する中国との国境線は3キロ以上あるそうです。私が宿泊している、ロロチャイ村では、ロロ族の家族が宿を経営しています。そこからバイクで10分ほど移動すると、今度は門族が暮らす、セオルン村という国境集落に入りました。同じルンクー周辺でも、複数の少数民族が、それぞれの村で暮らしています。道路の周囲には、山の斜面を利用したり、谷底に作られた畑が広がっています。平らな土地が少ないため、かなり傾斜のある場所まで耕されています。地図では近い距離に見えますが、実際は、このような斜面に沿って曲がりくねった山や谷の細い悪路なので、短い距離でも想像以上に時間がかかります。中国側が見えてきたので、ここで一度、バイクを止めました。山の下に川が流れています。今、私が立っているのはベトナム。この谷底を流れる、川の向こう側が中国です。山の斜面に道路のようなものが見えています。眼下に見える川に、国境を示す太い線が引かれているわけではありません。こちら側の山の斜面には畑があり、対岸の中国には、山の景色が続いています。映像だけを見ると、どこから国が変わるのかわかりませんが、谷底を流れる川を境にして、ベトナムと中国という2つの国に分かれています。さらにバイクで進み、目的地のノーザモーストポイントオブベトナムという場所へ到着しました。ここがバイクで最も国境線に近づける地点です。入り口にはルンクーと刻まれた石碑があります。この石碑は国境標柱ではなく、ベトナムと中国の境界を見渡す、この展望台の場所の座標を示す標柱のようです。石碑を撮影した後、展望台へ向かって歩きます。この施設は、ベトナム最北端を体感できる展望地点として整備されたものです。2016年に工事が始まり、2018年に完成したそうです。展望台や石碑などが設けられたことで、多くの人がここを、ベトナム最北端として訪れるようになりました。ただし、厳密な地理上の最北地点は、この展望台そのものではありません。実際の最北地点は、ここから直線距離で約1キロ下の、ノークエ川沿いの岩場にあります。直線距離では近いのですが、整備された道はありません。獣道のような山道を下り、道のない川沿いを通る必要があり、現地報道では、この展望地点から徒歩で、約2時間かかると紹介されています。いくら国境マニアでも、この猛暑の中、一人で往復4時間も山の中の獣道を歩く気にはなれません。私一人では、本当に往復4時間で帰ってこれる自信もありません。険しい山と深い谷を越え、その谷底を流れるノークエ川の岩の上で、
ベトナム最北端を満喫する。下手をすれば、二度と帰ってこれない可能性もあるでしょう。私は、この展望台からの景色だけで十分に満足です。国境を眺めた後、来た道をバイクで戻ります。きつい山の斜面に畑がたくさんあるなあ、あんなところに民家もあるなあ、と眺めていると、前から、親子と牛、そしてヤギがやってきました。さらに町の方へ戻る途中、何気なくショベルカーを見ると日本語が書いてあります。遠く離れた日本から、こんなところまでショベルカーがやってきたのですね。どうやって運んできたのでしょうね。ルンクーの町に戻ってきました。警察や役所もあり、ここがルンクーの町の一番の中心地です。と言っても、その他には何もありません。ここが昨日、国境地域への入域許可書の申請に来た警察署です。そういえば、許可書の発行が宿に届いたのか、宿のオーナーさんに確認しないまま、普通に道路をバイクで走っていくと、国境を望める場所まで行けてしまいました。途中に検問があるわけでもなく、どこにも、国境地域への入域許可書を確認される場所はありませんでした。ルンクーの町の中心地から、バイクで100メートルも走れば、民家もポツポツと少なくなります。翌日、宿で借りたバイクに乗り、再び中国国境を見に行くことにしました。今回向かうのは、地図上に、ビューン補給リバーフロム TAGIA ケアオビレッジと表示されている場所です。日本語にすると、ターザ・カウ村からノークエ川を望む地点、という意味になります。宿を出て山道を走っていると、昨日登ったルンクー奇塔が遠くに見えました。その周辺には、山の斜面や狭い谷間を利用して、畑と集落が広がっています。ルンクー地区には複数の村があり、中国との国境線は16キロ以上にわたって続いています。ターザ・カウ村も、その国境に接する村の一つです。地元紙では、ルンクーの中心部から約6キロ離れた、モン族が暮らす集落として紹介されています。細いコンクリートの道、石を積み上げた擁壁、トタン屋根の家。その一方で、レンガやコンクリートで作られた大きな住宅も見えます。電線が通り、街灯も設置され、家の前にはバイクが置かれています。山間部に残る昔からの暮らし方と、現在の生活が混在している、ベトナムの古き文化が残る集落です。この地域では、斜面に作った段々畑で稲を育て、石の間にあるわずかな土を利用して、トウモロコシを栽培してきたことが記録されています。地元紙によると、このターザ・カウという村の名前には、大きな風の通る谷という意味があるそうです。村は、深い谷を流れるノークエ川のすぐ近くに位置しています。村の中を通り抜け、さらに山の奥へ進みます。道幅はそれほど広くありませんが、コンクリート舗装されています。民家が途切れると、山の斜面に沿って曲がる道が続きます。さらに進むと、視界の下に深い谷が現れました。谷の底に見えているのが、ノークエ川です。ノークエ川は中国雲南省の山地を源流とし、全長はおよそ200キロ。そのうち約50キロが、ベトナム国内を流れています。対岸の中国の山には道路が見えていますね。国境マニアとして、達成感があります。こんな辺境の国境を一人で見に来て、大満足です。ベトナム最北端、中国との国境、制覇です。しばらく中国側の山々とノークエ川を眺めた後、来た道を戻ります。この道は、国境を見に来た私にとっては特別な道ですが、ここで暮らす人たちにとっては、畑へ行き、家へ帰るための普段の道です。
ここは観光地ではなく、山の斜面で農業を続ける人たちの生活圏の中に、中国との国境があります。ロロ族が暮らすロロチャイ村から、モン族の村、ターザ・カウ村へ。細い山道をバイクで走り、谷底のノークエ川と、その向こうに続く中国の山々を眺めました。国境標柱や看板はなかったですが、川と山によって分けられたベトナムと中国。私の目の前に見えた中国。川の向こうに行こうと思えば、数百メートルなのに、現実的には、ここから18時間ほどバスに乗って、一旦、ハノイの空港へ行き、飛行機で中国の空港まで行き、さらに何らかの交通手段を使って、先ほど見た、目の前に見えていた川の向こう側まで行くことになります。何時間、いや、何日かかるのでしょう。これが国境です。いろいろとロマンが詰まっているのが国境です。こんな国境の魅力に虜なのです。ロロチャイ村に戻ってきました。ここからは、村の中をバイクで散策してみます。ここ、ロロチャイ村は、ルンクーキ島が立つ、龍山のふもとにある、ロロ族の村です。ルンクーキ島からの距離はおよそ1キロ。近年の行政資料では、約120世帯が暮らし、住民のほとんどがロロ族とされています。村を特徴づけているのが、土を突き固めて作られた厚い壁の家です。屋根には、表と裏を交互に重ねて並べる、陰陽瓦が使われ、家の周囲には、石を手作業で積み上げた塀が残っています。新しい建物も増えていますが、土壁の家、黒や茶色の瓦屋根、細い路地が並ぶ景色には、この地域で受け継がれてきた暮らしの形が残っています。この村は、昔の建物がたくさん残っており、家の中では家族が暮らし、畑仕事をしながら、宿や食堂を経営しています。私が宿泊した宿も、ロロ族の家族が暮らす民家を、そのまま宿として利用したような作りでした。近年は村の多くの世帯が、ホームステイや飲食、案内などの観光に関わっています。宿泊できるように室内や水回りを改修しながらも、外側の土壁や石垣など、村全体の景観を残す取り組みが続けられています。ロロ族の文化は、建物だけに残されているわけではありません。手作業による織物や刺繍、色鮮やかな民族衣装、銅鼓を使った踊りや祭礼なども受け継がれています。ルンクーに暮らすロロ族の祖先祭祀は、2012年にベトナムの国家無形文化遺産に登録されました。村の周囲には広い平地がほとんどありません。石灰岩の山に囲まれた、わずかな斜面や谷間を利用して家や畑が作られています。ロロチャイ村を含むドンバン石灰岩台地には、ロロ族やモン族など17の民族が暮らし、それぞれの言葉や習慣、
祭りを守りながら生活しています。ロロチャイ村の食堂で食事をしていると、どこの国から来たのか聞かれました。日本人ですと答えると、村の人から、この村にも日本人がいると教えられました。さらに話を聞くと、その日本人は、村でカフェや宿に関わっているとのことです。スマートフォンで調べてみると、確かに多くの記事が出てきました。その日本人は、ロロ族の文化を残しながら、村の人たちが観光で収入を得られるように、カフェやホームステイの開設を支援した人物でした。村にある、クックバックカフェは、ロロ族の伝統的な土壁の家を改修し、2015年に開店したそうです。日本人が資金を提供し、地元の家族に、コーヒーの作り方や接客方法などを伝えました。その後、カフェの運営は地元の家族へ引き継がれています。これだけ多くの記事が出てくるのなら、かなり有名な人のようです。せっかくロロチャイ村まで来たので、会いに行ってみることにしました。何人かに道を尋ねながら、ようやく宿を併設したカフェらしき場所へ到着しました。店内には、若い女性の店員さんが一人いました。日本人がいるか尋ねてみましたが、返ってきた答えは、いないでした。さらに周囲の人たちにも聞いてみると、現在は日本にいるとのことでした。生活の拠点を日本へ戻したのか、一時的に帰国しているだけなのか、詳しいことはわかりません。ただ、私が訪れた時、その日本人はロロチャイ村にはいませんでした。残念ながら会うことはできませんでしたが、ベトナム最北部の少数民族の村に、日本人が深く関わったカフェや宿があることを知りました。ベトナムと中国の間には、大きく分けると7つほどの主要な国境ゲートがあります。地元民のみが通れる農道のような国境もありますが、それは含みません。一番有名なのは、ラオカイ国境。ラオカイ国境は以前の動画で紹介したので今回は行きません。今回は、この6つの国境を順番に巡っていきます。次回は、ベトナム北部のハザン省と、中国を結ぶ、タイン・プイ国際国境検問所を見に行きます。お楽しみに。次の動画公開まで、チャンネル登録をして、すべての通知、ベルマークをオンにしてお待ちください。